こんにちは、水瀬です。皆さん、京都観光といえば祇園ですよね。一度は必ず行ってみたい場所ではないでしょうか。そこで今回は祇園にあるおすすめのカフェを5つ紹介したいと思います。動画の概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。また他にも京都のおすすめカフェを紹介しているので、よかったらそちらも見ていってください。それでは早速紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩8分のところにある祇園北川半別さんです。このお店は皆さんがよく想像するメインストリートの花見小路通りではなく、路地裏に入った隠れた場所にあるお店です。個人的に今回一番おすすめのカフェになります。ですが祇園には京都の中でもおすすめのカフェがあるので、最後まで見てもらえると嬉しいです。お店は築120年を超える町屋を改装しており、店内は黒を基調とした高級感漂う空間になっています。おすすめはゆっくりとした時間をソファー席で過ごせる2階です。この温かみのある木製のインテリアなんですが、よく見るとお茶を保管するための木箱で作られています。面白いですよね。皆さんもぜひ行って見てみてください。このカフェは約160年続く抹茶問屋の北川半兵衛商店が手掛けた日本茶のカフェになります。特徴としては最高級抹茶を使った上質な抹茶スイーツやお茶の飲み比べなどができるところです。やはり祇園にある高級店なので、メニューの値段はほとんど2000円を超えてきます。旅行や特別な時にしか私は行かないんですけど、上質な時間を過ごせるので、少し高くても元は取れると思います。正直かなりお気に入りのお店なので、紹介するかどうか迷いました。今回私が頼んだのが抹茶のデグリネゾンです。このお店の一番の人気メニューで、抹茶をふんだんに使用したスイーツを食べることができます。全部の味は紹介できないんですけど、抹茶アイスは甘さ控えめの濃厚な抹茶アイスでした。そして抹茶ケーキの方は上質な抹茶クリームとふわふわのスポンジの相性が抜群でした。最後に客層は男性女性いろいろな方が来ていて、また一人でも入りやすいお店かなと思います。静かなお店なので落ち着いて話をしたい時にもおすすめです。皆さんもぜひこの贅沢な大人の空間で抹茶を楽しんでみてください。続いて紹介するお店は河原町駅から徒歩6分のところにあるお茶と酒たつきさんです。このお店はセレクトショップに併設されたお店なんですが、日本の美意識をお茶を通じて伝えたいという思いからお茶をベースにしたメニューが揃っています。店内は白を基調とした清潔感のある空間になっていて、窓際の席では白川のせせらぎを聞くこともできます。今回私が頼んだのがフレッシュピオーネとクリームチーズのかき氷、そしてキャラメリゼしたイチジクとプリンのかき氷です。どちらのかき氷も1500円ぐらいして、食べる前は少し高いかなとも思ったんですが、旬のフルーツを贅沢に使用していて、今まで食べたかき氷の中で一番美味しかったので、食べた後は高いなとは感じませんでした。ただ結構ボリュームがあるので、そんなに量を食べれないよっていう方は2人で1つで十分なのかなと思います。このカフェでおすすめなのがお店の裏にある入り口です。竹を使用した狭い廊下には提灯がぶら下げてあって、よく見ると動物の絵が描いています。とても京都らしくて風情のある入り口なので、個人的にかなりおすすめです。またこのカフェでは冬限定の安納芋を使ったかき氷などもあるので、ぜひ食べに行ってみてください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩7分のところにあるまんじカフェさんです。名前が面白いカフェだなと思ってたんですが、調べてみるとオーナーのおじいさんの名前から付けたそうです。店内は土壁と木製のインテリアが相まってモダンな空間になっていました。このカフェで一番おすすめな席が入ってすぐの庭に面したテーブル席なんですけど、ここ
からは秋の紅葉シーズンになると紅葉した庭を見ることができます。また店内の奥には枯山水の庭があって、その近くにはテーブル席もあるので一人で行っても入りやすいお店でした。お客さんの層も若い人だけでなくご年配の方もいたので、様々な方が気軽に来店できると思います。ここでメニューを紹介したいと思います。マンジカフェさんは季節のスイーツが人気なお店で、私が行った時はちょうど秋の季節だったのでモンブランが人気でした。ただ今回私は北川半兵衛さんでがっつりスイーツを食べてしまったのでアイスティーを頼みました。このアイスティーはオレンジが入っていて爽やかなアイスティーになっているので、個人的にかなりおすすめです。平均的にドリンクメニューは700円からと少しお高いんですが、祇園という場所を考えるとこのぐらいはするのかなと思います。最後に入り口にはグルナビの手土産セレクションにも選ばれたお菓子の手土産などもあるので、帰りにチェックしてみてください。皆さんも祇園の隠れ家テックカフェに行って落ち着いた空間を堪能してみてはいかがでしょうか。次に紹介するのは河原町駅から徒歩7分のところにある祇園小森さんです。このお店は白川南通りという伝統的な京都の景色を楽しめる景観保存地区にあります。なので観光の際にぜひおすすめしたいお店です。のれんをくぐるとすぐに長い廊下があるんですが、畳を照明が穏やかに照らしていてすごく雰囲気が出ています。店内は和室になっていて白川のせせらぎが聞こえます。また春には桜が、秋には紅葉も窓から見ることができます。個人的に奥にある庭も風情があっておすすめのポイントです。ここでメニューの紹介をしたいと思います。小森さんでは和菓子を食べることができるんですが、おすすめは抹茶ババロアパフェです。手作りの甘さ控えめのババロアが入っていて、濃厚な抹茶アイスとの相性が抜群でした。やはりここのお店も少しお値段は高いんですけど、雰囲気がかなりいいのでおすすめです。私はまだしたことはないんですけど、着物を着てデートとかできたら最高ですよね。皆さんもぜひ京都を感じられる小森さんに行ってみてはいかがでしょうか。ただ注意してほしいのが現金のみなので、現金を必ず用意していきましょう。最後に紹介するのは河原町駅から徒歩5分のところにある全カフェさんです。このお店は祇園にあるんですが、路地裏にある隠れ家テックカフェで Google マップを使わないとわからないようなところにあります。全カフェさんの特徴は京都の老舗和菓子店の鍵膳義房さんが新しいスタイルのカフェで出したという点です。他の店舗とは雰囲気が異なっていて、店内はこだわりのアンティークのインテリアが洗練された空間を作り上げていました。テーブル席もあってそちらの雰囲気もモダンでいいんですけど、個人的には庭が見えるカウンター席がおすすめです。ここでメニューの紹介をしたいと思います。やはりここも祇園にあるカフェなので、ドリンクの値段が最低600円と少し高めになっていました。1200円でお菓子とセットにもできるので、ドリンク単品ではなくお菓子とセットの方がお得かなと思います。今回私は上生菓子のセットを頼みました。ちょうど秋だったので栗のお菓子だったんですが、かなり栗の味がしっかりとしていて甘すぎずとても美味しかったです。お店の混み具合に関してなんですが、土日は混んでると思います。全カフェさんは隠れ家テックカフェではあるんですが、食べログの100名店にも選ばれるようなかなりの人気店なので、予約していくことをお勧めします。概要欄にお店の URL を貼っているので、予約したい方はチェックしてみてください。皆さんもぜひ祇園の隠れ家テックカフェで美味しい和菓子を味わってみてはいかがでしょうか。皆さん、今回の動画はいかがでしたか？気に入ってもらえたカフェがあったら嬉しいです。他にも京都駅周辺のカフェや大阪のカフェを紹介しているので、よかったらそちらも見てください。また動画に対してのコメントやいいねをもらえると、個人的にモチベーションがかなり上がるのでお待ちしています。それでは皆さん、いい旅を。また会えることを楽しみにしています。